皆さんこんにちは。カレンゲームラボのカレンです。つい先日幻冬がリリースされ、かなりのにぎわいを見せている中、僕は幻冬をやらずにこれで遊んでます。ダダサバイバー。今回はダダサバイバーの紹介ではなく、4月22日中国で先行リリースしている真空の目グローバルタイトル名エーテルゲイザーの紹介となります。こちらのタイトル、日本国内でのリリースも発表されたので、私カレン僭越ながら本国版を軽くですがプレイしているので、どんなゲームなんだろうといったところを軽く紹介していきたいと思います。今回の内容は大きく2点、こんな感じです。ヨースターって何？いきなりヨースターって単語出てきてもわからんという方の方が多いと思いますが、この後説明したいと思います。続いてエーテルゲイザーとはどんなゲーム？ゲーム概要、バトルについて、育成について、キャラについて、ガチャについて、まだ知らないよって方にはちょうど良い基本的な内容で進めていきたいと思います。ここでちょっとお知らせ。このチャンネルでは定期的に最新の海外スマホゲーム事情を中心とした情報発信と、その中でも話題性の高いタイトルをピックアップタイトルとして連載配信しております。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それでは見てまいりましょう。こちらのタイトル、開発はアズールレーンでおなじみの 4C で、運営はヨースターとなっております。ヨースターは中国タイトルを日本展開する上でのパブリッシング事業とデベロッパー部門を持っており、ここ数年で中国系タイトルでヒットしているものにはヨースターが関わっていることが多く、軽く説明すると、創業者の方々はかなり日本のサブカルチャーファンで、オタク心を熟知されている方たちが多く、世に出すものが大抵ヒットしていて、代表作としてはアズールレーンやアークナイツなど、やったことなくても聞いたことがあるって方は多いのではないでしょうか。 JR の駅をジャックしたり移動広告なども出てたりするので、目に入っている方は多いかと思います。また創業者メンバーの中には原神やゼンレスゾーンゼロなどでおなじみのホヨバース旧ミホヨの立ち上げメンバーの方もいらっしゃり、さらにパニシンググレイレイブンでおなじみのハイパーグリフやアズールレーンのマンジューなんかは資本関係はわからないのですが、ヨースターが入っている本社中国上海オフィスビル内に同居しており、ある程度の職員であれば行き来できるみたいです。この4社結構つながりがありそうなんですよね。まあ共通して言えることは、どの会社さんも日本のオタク文化大好きやろうってところですかね。そんなヨースターさんが満を持して新作アクション RPG 真空の目グローバルタイトル名エーテルゲイザーの日本配信を決定いたしました。そして先日行われたコミケでも企業ブースを出展し、その際にベータテストの開始発表もあった次第です。ここまでが簡単なヨースターうんちくとなります。続いては実際にエーテルゲイザーとはどんなゲームなんだいといったところを見ていきたいと思います。まずゲーム概要。こちらのタイトル先ほどもお話ししましたが、開発はアズールレーンでおなじみの 4C で、運営はヨースター、ジャンルはステージ踏破型の連携×連撃で織りなす 3D アクションゲームとなっております。ちなみに最近流行りのオープンワールドではないです。世界観は中国お家芸の近未来 SF となっており、仮想世界ガイアに発生したバグデスベインを排除するために生成されたモディファイたちとの戦いを描いております。続いてバトルについて、イメージとしては崩壊サードなんかが近いかと思います。強いて言うならバトルは3名編成というところは一緒ではあるものの、崩壊サードは控えメンバーを交代しながらバトルを行う感じの原神タイプで、エーテルゲイザーは3人1組でバトルを行うタイプとなっております。そこにタイトル独自のアレンジをしており、本タイトルの売りでもある連携連撃といった要素が大きな特徴となっております。またもはや最近のアクションゲームでおなじみのジャスト回避によるスローであったり、さらに一定のダメージを与えることによるブレイクからのタコ殴りタイムなどもあり、爽快なアクションとスピード感のあるバトルを楽しめる要素が詰まっております。特筆する点はやはり売りとなる要素の一つである連携。特定のパーティー編成時にのみ発動させることができる連携攻撃で、発動時は専用の演出もあり結構見応えがある内容。またもう一つの売りである連撃はスキルを順番に組み合わせてタップすることでウェイトタイムを気にすることなくスキル連撃が可能。全てヒットさせることで大ダメージを入れることができる。まあ順番を覚えるのが大変です。もう一つ気になる要素とすれば
コンボをつなげることでダメージ補正が入るので休むことなく攻撃を続けていく感じです。基本的なバトルの流れとしては通常攻撃を行いつつ各種スキルゲージとダメージ補正を上げブレイクに持ち込んでスキル連撃連携攻撃を行うような感じ。慣れてしまうと意外とプレイヤースキルなくてもサクサクプレイできちゃう仕様。ジャスト回避も割と入りやすく敵の攻撃モーションに合わせて攻撃タイミングのガイドが出ているので回避タイミングが合わせやすい。ジャスト回避苦手って人にも分かりやすくてグッドですよね。実際プレイしていてスピード感や爽快感を味わえる内容で1ステージ数分で終わるので手軽にアクションバトルを楽しむことができるっていうのもなかなか良いかなといった感じです。またコンフィグで操作タップ位置の変更もできたりとプレイヤーの操作しやすい環境を作ることができる点も良いかと思います。ちなみに表示している画面は公式推奨の PC エミュレーターを使っております。バトルの基本はこんな感じ。続いては育成要素について。育成は大きく6パターン。キャラの強化、スキル強化、武器の強化、刻印の強化、スキルツリー解放、サポート精霊的な要素。育成はやり込み要素にもなっているのでやることが多いですね。で連携のことを考慮するとむやみやたらに育成するというよりかは連携できるキャラ同士を育成していくことが良いような気がします。またキャラの強化の中で超越といった要素があり俗に言う限界突破でガチャでキャラが被った際にはキャラのかけらとなり必要数を消費することでキャラのレアリティが上がっていき最低ランクでも最高ランクのオメガまでランクを上げることが可能。ランクの上昇イメージはこんな感じ。 BASSSSSS オメガ、これを見るとよくあるよねといった感じですがランク上昇の間にはいくつかステップがあり例えば B から A の間には B1 から B4 のステータス解放箇所があって B4 まで超越するとランク A に上がれるといった感じなのでオメガまでランクを上昇させるとなると結構大変。ショップでもキャラのかけらを入手することが可能なのでコツコツ時間をかけてやっていく感じかなとは思います。ちなみに B ランクキャラが被った場合はかけらが12個入手可能でオメガまで上げようとした場合かけらが330個必要。キャラ数で考えると27体必要。やり込み要素として長く遊んでもらうという意味では良いような気もしますが果てしないですね。はい育成の基本はこんな感じとなっております。細かいところについてはまた別の機会に説明したいと思います。続いてモディファイと呼ばれる個性豊かなキャラの紹介。現在本国版では30キャラが登場しており S ランクキャラが12体 A ランクキャラが17体 B ランクキャラが1体なんと B ランクが本タイトルのヒロイン的主人公のベルタンディでした。特に紹介ってほどでもないのですが男女ともに個性豊かなキャラ揃いとなっていて基本美男美女となっております。必ず推しが見つかる仕様。そして豪華声優陣を起用しているということで公式サイトではすでに一部のキャラの声優さんが紹介されておりますがなんと現在先行配信されている本国版では日本語吹き替えがされていて当然公式に載っていないキャラなんかも吹き替えられております。その中でいくつか紹介するとこんな感じですね。もっとそばに来てもいい。はい、いかがでしょうか。どなたが声を担当されているかお分かりになりましたでしょうか。僕は全く分かりません。ちなみに僕が好きな声優さんはこの3名です。伊勢さん、森川さん、平田さん。分かる範囲では起用されてないっぽいです。で続いてガチャについて排出確率はこんな感じ。 S ランクモディファイの確率が 1.6%、 普通ですね。 A ランクモディファイの確率が 7.8%、 B ランクモディファイの確率が 6%、サポート精霊の確率が 84% となっており、闇鍋形式となっております。とはいえ、A ランクが 7.8% あるんで、割と A ランクモディファイを育成していく頻度が高くなっていくのかなといった感じです。ということでエーテルゲイザー真空の目について簡単に基本の紹介をしてまいりましたがいかがでしょうか。実際にプレイしてみて思ったのはキャラの操作が軽く速い移動ができるのでスピード感のあるバトルが楽しめるなといった感じです。
すでに崩壊サードやパニグレなんかをやられている方からすると新規性という意味ではあまり感じられないとは思いますが、これからこの手のゲームやってみようかなという方にはちょうど良さそうな感じです。早ければ年末頃、遅くとも来年初頭にはプレイできると思われますので、ぜひ興味のある方はプレイしてみてはいかがでしょうか。その頃にはまたとんでもないビッグタイトルたちがわんさか出てきそうなイメージではありますが、ということでチャンネル登録するかはお任せしますが、ぜひチャンネル登録のほどよろしくお願いします。そしてカレンゲームラボの公式サイトがオープンしておりますので、ぜひ興味のある方はこちらもご覧ください。それでは今回はこの辺で、次回もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは定期的に最新の海外スマホゲーム事情を中心とした情報発信と、その中でも話題性の高いタイトルをピックアップタイトルとして連載配信しております。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。